サムライチャンネルへようこそ。今回はですね、山陽金属さんから提供いただいたこの水際の達人、これをね使っていきたいと思います。そしてですね、以前アップしたこのね水際のテクニックですね、非常にね先輩暴走族の皆さんはね非常に上手に刈られていたんですけれども、やっぱりこう水際でねピタッと止めるテクニックですよね。どうしてもねチップ層が田んぼのね水の中に入ってしまって、スプラッシュタウンテン状態になってね水を浴びてしまうなんてことがねあるんですよね。このね水際の達人を使えば誰でもね簡単にね水際の草刈りができるということで、これをね見ていただくと 155mm とね非常にね小径なんですよこれ。そしてチップ層の間隔がね非常に狭くて、ところどころにねこうえぐりっていうかね、こういう溝みたいなものがついてますね。そしてですね、特性としましては回転が落ちないと、で水はねが少ないって書いてあるんですよね。通常のチップ層ですともう田んぼの中に入ってしまいますとね水をバシャッと浴びてしまうんですけれども、そういったところでね土の摩耗も強いということで、そういったところもね安心かなというふうになっていますね。そして泥とか水にね食い込みにくい特殊場形状と、どうしてもですね水とか田んぼの中にねこのチップ層が入ってしまいますとザクッとこう入ってしまう部分もあるんですけれども、そういったところもね刈りやすい形状になっていますね。そしてこの小さい理由としては扱いやすい極小サイズとこう記載されてますんで、これを使えばね誰でも水際の達人になれるのではないかということでね、是非レビューをしていきたいと思っています。そしてですね、裏を返しますと水田のね水際上がり、またね用水路の周りですとか、あと畑のね畝の雑草刈りにも使えるということで、この小さい径を生かしてそういったね細かいところのね草刈りにもね向いているようですね。まずはね比較するということでブルーシャークを使ってねいつものようにね水際をね暴走していきたいと思います。今回ねちょうどこれ田植えが終わったばかりの圃場なんですけれども、友人とね集団暴走公園に来ていますので、こちらの方ね今日ね買っていきたいと思います。危ね危なかった。さあそれではねこの水際の達人をね装着していきたいと思います。これねもう 155mm とねすごく小さいですよね。もうこのブルーシャークと比べますともう半分と言ってもいいぐらいの小ささなんですよ。そしてねこのチップ層の間隔もねこれこう重ねて比べてみますと、だいたいねこのチップ層4個に対してこの水際の達人はね2個、もう間にね2つ入ってますもんね、これチップ層が。そのぐらいのね小ささということで、このえぐりの部分も水が飛びにくいね形状になってるのかなと思いますので、こういったね形状のところもねきっと工夫がしてあるのかなというふうに思います。どんな風にね暴走行為ができるのか非常に楽しみですね。それではね装着していきたいと思います。この辺はねもう通常のチップ層と同じようにこうね同じようにね装着ができますね。これね今回純正のジズライザーですね、こちらの方装着してるんですけれども、これがあった方がいいのか悪いのかっていう部分もあるんですけれども、標準でねとりあえず搭載しているのでこちらの方をねつけていきたいと思います。こういうね使ったことのない商品をね使おうとするこのワクワク感、これもね草刈りをね楽しみにしていくね要因の一つかなというふうに思ってね、私はねこう新しい商品使うのって非常に好きなんですよね。そして今回ねこの水際の達人で商品によってね自分が達人になれる、なんかねこれちょっとワクワクする感じしませんかね。よっ、さあ装着が終わりました。さあそれではね水際の達人装着してみました。いやなんかねもうこの見た感じね非常に小さくて
何これ、なんかおもちゃみたいな感じ、そんな印象を受けますね。ただね、非常にね重さは軽くなっていて、なんかこう今までよりもねこう持ち上がってしまうようなね、こうチップ層が持ち上がってしまうようなね、そんな印象ですね。まあ軽く回すとこんな感じですね。さあ、それでは水際の達人、本当にね私自身が達人になれるのか、これからね暴走行為をしていきたいと思います。まずちょっとね平らなところでね買ってみようと思いますね。おお、枯れる枯れる枯れる、なんだこれ、おお枯れる、おお枯れる。このねやっぱチップ層が小さいので仮幅はね小さくなってしまうんですけれども、なんかね枯れちゃうのがなんか不思議な感じ、まあそんな印象ですね。あ、これ小回り引くわ。あ、これ小回り引く。枯れる。おお、飛ぶ飛ぶ。おお、結構飛ぶわ。結構飛ぶな水。なるほど。これね今水の中にねこう入ってしまった時に、さっきのブルーシャークの場合にはねズボーって入ってっちゃうんですけど、これはね水の中にこう入った時にねなんか浮いてるような感じ、小径なんでちょうどこうね水に浮くような感じになってね、それであまり奥まで入っていかない印象がありますね。ただね水がね全く飛ばないというわけじゃなくて、多少はやっぱり飛ぶんですけど、飛ぶね範囲が狭いっていうのがありますね。やっぱりこのね小径ならではのね特性が生かされてるのかなというふうに思いますね。そしてねやっぱりチップ層の間隔が広いので、やっぱりねこう買っていた時のね若干の粗さっていうのは感じますね。もう少しね買っていきたいと思います。この水際の達人ね、まあ、今ねちょっと買ってみてやはりね小径なので仮幅が狭くなってしまうっていうねどうしてもね特性を持っていますね。ただそれゆえにねさっきみたいな借り方じゃなくて、やっぱり水際専門で借るのがいいかもしれませんね。ちょっとねこれからまた違う場所をねこの水際の達人で買っていこうと思います。これねもしかしたらねもう水際だけを買っていった方がいいかもしれないですねこれ。まあ水際だけ変わると非常に便利なんですけれども、草がやっぱり若干ね田んぼに落ちてしまうっていうのがありますね。これまたね水の中に落ちちゃうと除草剤のね効きにも影響する部分がありますので、あまり落としたくないっていう部分があるので、これもしかしたらねループハンドルでねこういう感じ、ちょっと高い位置からねこういう感じでね買っていくのもいいかもしれないですね。こんな感じでこのあくまでねこう際だけを攻めていく感じですかね。さあそれではね水際の達人使ってみたんですけれどね、
これねやっぱりね初心者にはね非常にいいですね。それねなんでかって言いますと、やっぱり初心者ってこのチップの部分がですね、水のね水面にやっぱりここでビタッと止めることがねなかなか慣れてないっていう部分がありますので、そういったところをね覚えていく時にはね非常にいいなというふうに思いましたね。そしてですね、小径なんで水の中にこのチップが入ってもですね、水がねあまりねまき散らないんですよ。こう小さい範囲で水が飛び散ってくれるので、あまりね自分まで飛んでくるってことがね少ないように感じましたね。ただそのね小径ゆえのね仮幅がですね、どうしてもここからここまでのねこれぐらいの幅しかないので、このね仮幅の少なさっていうのがねちょっと欠点かなというふうに思いましたね。それですんできっとねベテランの方にはねちょっとこれっていうふうに思ってしまうかもしれないですね。ただ初心者の方にはですね、このやはりね水跳ねをしなかったり、それからキックバックのように水に入った時にね田んぼの土の中にねもうズボッとね、通常のタイプのチップ層ですともう埋まってってしまうので、そういうね危険性っていう部分ではねとても少なくて、とても安全なチップ層だなというふうにね感じましたね。それですんで是非ね初心者の方にはね使っていただきたいと、そんなふうに感じました。そしてどうしてもねやっぱりチップの間隔がどうしてもね広いので、買っていった時のね滑らかさっていう部分ではね通常のチップ層よりはね劣ってしまうのかなというふうに感じましたね。そういったね特性はあるんですけれども、水際のね草刈りを覚えるアイテムとしてはねこれ最高のアイテムじゃないかなと、そんなふうに感じましたね。そしてねこれで練習をしているうちにどんどんこう上手になって、自らが達人になってしまえばもう通常のチップ層で十分ですので、そういったところをね学べるねとても良いチップ層だなというふうに感じました。またねだんだんねこう年齢を重ねてきたベテランの方、もう現役世代はいいんですけれども、ちょっとやっぱりこう年齢的にですね、高齢になっている方がやる場合にはねこれもね非常に安全でいいのかなと、そんなふうに感じましたね。今回はこのね水際の達人使ってきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。もしねこの水際の達人に興味を持った方がいらっしゃいましたらね、是非使ってみていただけたらと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが私の動画制作の原動力です。草刈りに楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。